マグマパニック大好き、ケタンチュブです。現在4月2日までの期間限定でマグマパニックが復活しています。マグマパニックは時間経過とともに島全体が徐々に溶岩に覆われていく世界で戦うモードです。溶岩に触れると大ダメージを受けるため、建築をしたり空に飛んだりして溶岩を下げる必要に迫られます。手持ちの素材は時間経過とともに増えていきます。中盤以降では島全体が溶岩に覆われて素材頼みの戦いになるので、素材の収集が勝利の鍵となります。また敵の建築物を破壊し合う戦いになりがちなので、弾薬も大量に収集する必要があります。正式名称はマイダスプレゼンツマグマパニックです。過去にあったマグマパニックとはかなり違います。過去にはなかったモッド装着が今回のマグマパニックでは存在するので、スコープがついていればピストルやサブマシンガンでも遠距離に正確に撃つことができてしまいます。結果、遠距離戦に変調した戦いになり、戦闘はつまらなくなっている印象です。また、金色の最高級武器係出るソリッドゴールドのように金色の武器が多数出ます。そのため建築物の破壊が容易で、建築物を根城にした攻防はあっけなく、この点も解約かと思います。相変わらずスクワットモードしかないです。マグマパニックは建築が命綱となります。しかしこの建築にまつわる味方同士の嫌がらせがたびたび問題になっています。味方が必死に作った建築物をこんな風に破壊して足を引っ張るというむごいプレイヤーがたびたび出てきます。吹っ飛ばして溶岩に落とす嫌がらせもあります。そんなわけで私はソロモードの登場をずっと願っているのですが、今回もソロモードの登場はないようです。個人的視点で解約だらけの新生マグマパニックですが、それでも通常モードをしのぐ楽しいモードです。私、今シーズンの仕様にはまれなくて攻略する気が減退していましたが、この新生マグマパニックの登場でまた一気にやる気が出てきました。新しいマグマパニックを一通り攻略してみて感じたことを列挙します。序盤に敵と戦闘してしまうと素材と弾薬が十分入手できず、終盤の溶岩上の移動と建築、銃撃戦で苦しみます。序盤に戦闘をなるべく避けて十分な準備ができるのかが重要です。前述の通り、嵐の中で回復しながら粘るという戦い方ができません。どうしても台風の目の中に入って溶岩上に建築しなければならず、おのずと敵に自分の位置がバレてしまいます。敵はスコープ付き武器を所持している可能性が高く、遠方でも自分の存在はバレてしまうのです。私は常々ソロ行動して味方を遠方からサポートする戦いをしてきましたが、この戦法がほとんど通用しなくなっています。一人で建築した拠点など 2,3 人の敵から集中砲火を浴びたら即座に崩壊してしまうのです。何せ全てのプレイヤーが強力な金色の武器を所持していますから、終盤は他のプレイヤーとの帯同は必須となりそうです。ソロ行動派を自認する私でもここは曲げざるを得ない状況です。使ってみて良いと感じたのはバルーンです。バルーンは空に浮遊しながら銃撃できます。手持ちの武器が金色の武器ですからとにかく強いです。敵に弾を当てる必要がなく、建築物が崩壊する地点を狙えば良いので成果は感じられやすいです。またバルーンを使って溶岩上に落ちる際にはダメージを避けて建築しやすいです。コツは真下を見ながら坂を建築する感じです。この移動方法なら移動に大量の素材を使わず最終局面に素材を温存できます。終盤弾丸の枯渇も不安要素です。これについては島の要所にある自動販売機で弾丸を全て買うことである程度解消できます。以上、マイダスプレゼンツマグマパニックに関するファーストインプレッションでした。今回の動画を見て私のことを気になったそこの君、高評価ボタン押せばいいんじゃない。私のマグマパニック攻略もっと見たいのならばチャンネル登録すればいいんじゃない。それでは最後までご視聴あらだす。